シミュレーション再生中に移動する AGV の作成方法を説明します。AGV は無人搬送車とも呼ばれます。設定はモデリングタブが必要になるため、メルソフトジェミニプロフェッショナルを使用します。Eカタログで移動ロボットや AGV を表示したい場合、製造車別モデルを展開し、モバイルインダストリアルロボッツをクリックします。移動ロボットまたは AGV のテンプレートとして使用できます。今回は、ここに表示されているコンポーネントを作成する方法を説明します。AGV の定義と Python スクリプトを使用し、コンポーネントを AGV にする方法を説明します。3D ワールドにコンポーネントが一つもないことを確認し、モデリングタブに移動します。新しいコンポーネントを作成し、ジオメトリー、フィーチャーからボックスを作成します。コンポーネントプロパティに移動し、モデリングタブのコンポーネントグループにある新規をクリックして、新規コンポーネントを作成し、コンポーネントの名前をモバイルロボットに変更します。バックアップのためにコンポーネントの変更を保存するため、コンポーネント保存をクリックし、コンポーネントを保存ウィンドウで保存ボタンをクリックすると保存することができます。次にコンポーネントに AGV の定義を設定します。動作設定、ビヘイビア、ビークルをクリックし、AGV の動作設定を追加します。プロパティでは、ビークルの詳細設定に名前しかないことがわかります。AGV を定義するためには、.NET または Python API のいずれかを使用する必要があります。今回は Python API を使用するため、ビヘイビアのメニューに戻り、Python スクリプトを追加します。このスクリプトでは、シミュレーション再生時に有効となる音欄を使用し、AGV を定義します。最初に、スクリプトを追加したコンポーネントに、AGV の設定をするための変数が必要なため、comp=getComponent と記述します。次に、コンポーネントの変数を使用し AGV の動作を定義するため、コンポーネントのビヘイビアを参照するために beacle=comp.getBehavior と記述します。括弧内にビークルのデフォルト名であるビークルと記述します。プリントビークルと記述することで、ビークルの情報を表示することができます。ウィンドウ左上にあるコンパイルをクリックし、Python スクリプトをコンパイルします。シミュレーションを再生し、リセットし、出力ウィンドウを確認すると、ビークルは VCSIM ビークルの一種であることがわかります。ビークルの詳細については、ヘルプタブを参照します。ヘルプタブをクリックし、Python API をクリックし、リファレンスガイドを開きます。リファレンスガイドで VCSIM ビークルに関する内容を確認してください。Python で AGV を定義し、動作させるための方法を確認することができます。定義の中では、AGV の加速、減速、最高速度などを定義することができます。AGV を定義する前に、clearMove というメソッドを呼び出す必要があります。clearMove は、AGV の移動経路からすべてのポイントを削除することで、AGV を完全に停止させ、最初からやり直すことができます。スクリプトに beacle.clearMove と記述し、次に AGV の加速度を定義します。beacle.acceleration=300.0 と記述します。単位はミリ毎秒です。そして減速についても同様に記述します。beacle.deceleration=300.0 AGV の最高速度は800の値を使用します。設定した値がどういった役割かヘルプで確認します。API リファレンスに戻り、VCSIM ビークルの先頭に移動します。この図を見ると、AGV が動作するとき、加速し、最高速度に到達します。そこから AGV は減速し、停止または曲がり、次のポイントに進み、その後、終了位置に到達すると停止します。
Python スクリプトに戻り、Python スクリプトをコンパイルし、シミュレーションを再生すると、AGV に対して移動先を指定していないため、動作しません。AGV を動作させたい場合は、移動先を指定する必要があります。シミュレーションをリセットし、スクリプトに Import VC ベクターと記述すると、新しいベクトルを作成することができます。ポイント= VC ベクター .new と記述し、AGV の移動先を指定します。括弧内は X、Y、Z の順に値を記述していくため、X は2000、Y と Z は0と記述します。次に、この移動先を AGV に割り当てる必要があります。vehicle.addControlポイントと記述を追加します。このメソッドを使用すると、AGV に移動先を追加できるため、ベクトルで指定します。Python スクリプトをコンパイルします。動作を確認します。AGV の動作は X 軸に沿って移動し、そのポイントで停止する動作になっています。シミュレーションを再生します。X 軸方向に移動し、停止しました。シミュレーションをリセットすると、AGV は最初の位置に戻り、最後の位置にはとどまりません。AGV の作成方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。